3000食ぐらい来てるんじゃない。100回は超えてんじゃないですか、軽く。もうこれないとやっていけない感じですね。このビルは一応その自社ビルみたいので、だいたい74、5年ぐらいはずっとここでやってますね。初代の親父さんの時から来てますけど、ここは全然変わってないです。ラーメン、ワンタン麺、渋谷に来たら懐かしの気楽行こうみたいな、そういった場所であり続けるからいいなとは思います。すごい量ですね。土日はもっとです。あ、もっと多い。これ1日分ですか？大体ね、毎日大体このぐらい、来ますね。土日は多い。もっと多い。それではつ撮りみたいなやつする。します。多分11時ぐらいから餃子握って野菜切るみたいな。林翔太郎で今年34。おじいちゃん自体は台湾人で会ったことはないんですけど、この店が今74年ぐらいだと思うんですけど、昔がなんか木造で、その時から建て替えたのがちょうど自分が生まれる34、5年前で、そのタイミングでおじいちゃんも亡くなっちゃってっていう感じで、看板自体は母親のおばあちゃんが書道家だったんで、その人に書いてもらったっていうのでずっとなんか続いて、気楽の横に高尾書みたいなサインが入ってて、それが母親のおばあちゃん、自分のひいおばあちゃんで、今はこのうちで有名っていうか使ってる揚げネギに入れる油を温めて、こっちが普通のラードで、こっちがネギの青い部分をカットして揚げたネギの風味がするラード、混ぜながらこの中に入れて、このネギ自体とあと油で風味を出すっていう。
はーい。そのさっき言った先代が台湾人で、台湾から赤玉ねぎ、それをうちで使ってる2代目の。あ、社長、そうです。社長お願いします今日は。YouTube がメイン。YouTuber です。あ、もう YouTube メインのチームっていうか、色もある。その後は剥きやすい。これ全部何分でできます？向こうに5分で全部抜き割ります。 OK？ OK。スタート。 OK？ OK。マンさんの実家は東京？家族の歴史はわかんないね。このラーメンはどういうスープになる？
掃除してから入れます。まずは現物、その後は動かす。これは今から今からは茹でます。茹でる。はい。もう一回しこれ全部で何キロぐらいですか？平日は20分ぐらい。20本。土日は24、6。今からのワンタン。寒い時期とかになるともうちょっと大量になるんで、朝だけじゃ終わんなくて別の時間帯に別の子が握ったり。結構コツがいるんですか？包むのは。自分はもう慣れちゃったっていうかあれなんですけど、なんかもう他の子に教えるとやっぱりこういうのだよっていう教える包み方がないので、教えてできるようになる子はこういう感じねっていうのがあるらしくて、自分も10年ぐらい前にその包んでた人に教わったんですけど分かんないんですよね、正直。なんか多分その人なりの包み方があったっぽくて、なんか昔の人って教えるっていうよりも見て覚えろみたいなスタイルだったらしいので、なんか俺が教えてもらった人で、その人もなんかやっぱりこう教わったってわけじゃないんで。あれですか？誰かまた受け継いでいくんですか？この作業は。特に今自分がやれる時はずっとやってるので、一応できる子はあと2人とかはいますね。これ茹でてる間に開いちゃったりとか、やっぱりその大きさが違うみたいないうのはあると思いますね。一人が作業やった方がスムーズで
ばらつきがないんで、お客さんからしたらいつも通りだなみたいな。無理じゃないですか倒れたりとかしたらまあワンタンとかはあんま言われないんですけど、やっぱりそのラーメン自体とかは若い人になって変わったよねみたいなのはちらほら聞いたことはありますね。ずっと昔から知ってくれてる人はやっぱ変わらないねみたいな言ってくれる人とかもいて、人によって変わるのかなっていうのは。この辺はお店で仕込まれてるんですか？そうです。この肉とかは全部お店で仕込んでて、お蕎麦とこの皮とか餃子の皮は昔から付き合いがある製麺所さんにお願いしてる。一番人気で回数出るメニューって何なんですか？チャーシューワンタン麺とか、うちがすごい人気というか昔からこうあれなのはもやし麺。そのお客さんからもやしとワンタン一緒に食べたいからっていうのでなんかもやしワンタン麺ができて、でチャーシューワンタン麺は本当外国のお客さんが自分が入ったばっかの時は多かったんですけど、コロナ後ぐらいかなからやっぱチャーシューワンタン麺が人気ですね。スープでいうと、はい、このラーメンはどういうスープになるんですか？揚げネギがすごいメインっていうか、まあ、その醤油のラーメンのところに揚げネギの風味とか甘みが一つのポイントになってると思いますね。げんこつと鶏ガラですね。あっさりめの醤油に鶏ガラと背ガラとかを入れて、あっさりめの醤油ラーメンに揚げネギが入っている。このビルは一応その自社ビルみたいので、だいたい74、5年ぐらいはずっとここでやってますね。で35年ぐらい前に木造からこのコンクリートの方に建て替えをしたっていう感じになります。多分昔からやってて、ここら辺のお店の人は多いと思いますね、持ってる人が。その都市開発とかの話もここすんのみたいな話聞かれますけど、ってなるともう本当個人個人に話していかないといけないと思うんで、ここはもうずっとこのエリアはこのまんまですね。もうあっちは全部変わっちゃってるんで。これ地下でいる一粒いくらぐらいなんですか？すごい上がってるらしいんで、そこら辺は全然わかんないですね。こっちの迎えとかも噂でしか聞いたことないんですけど、120万とか、この一番降りたケバブ屋さんとかも506070万とか。もうここでずっとこれやってきて親子3代でもう来てくるおじいちゃんから聞きましたみたいな人もいるんで、中華屋さんするよりもなんか貸しビルがやった方が僕ここを貸して、自分が全然別人で新しくラーメンやったってなったら気楽じゃないんだみたいなっていうイメージの方が大きいのかなっていう。もし貸しビルになったら自分は入りたくないな、なんか印象ですね。そこはもうずっと気楽っていうのは続けていきたいなっていうのは思いますね。ありがとうございます。あ、そうなんですね。多分いろいろ答えられないかも。わかりました。
シアは軍事的手段でヨーロッパの指導者には不可能だろうと述べ、ヨーロッパを牽制し、以上 NFM アップデート関山。お姉さん働かれて長いんですか？4年間ぐらい。中国の方？ベトナム人。あ、ベトナムの方ですか？日本は何年くらいですか4年ぐらい。聞いたばかりは、ここ仕事、最初はアルバイト、社員になりました。ここの職場のお仕事はどうですか？楽しいですか？そう、楽しい。みんな優しいだから。一番そのおすすめのメニューとかありますか？メニューは、もやしワンタン麺とチャーシューワンタン麺、醤油味。今日はどちらから来られたんですか？渋谷です。あ、渋谷に住んでらっしゃるんですか？住んでないけど事務所が、このお店はどれぐらい通われてるんですか？もう何十年も3000食ぐらい来てるんじゃない？うまいから1年に100食ぐらいもやしワンタン麺だ。チャーハンもおすすめですね。あと塩焼きそばとかね。お客さんはやっぱ多い時で300人超えたりとか、200人だったとかっていう、あと時期によりますね。やっぱり冬だと400人いくかもしれないぐらいの時もありますし、夏だとやっぱ200人ぐらいだろうねっていう時もあります。平日だとだって売り上げってどれぐらいになるんですか？大体30とか40とかっていう。月売りだとじゃあ1000とかですか。まだデリバリーとかもあるので、そこら辺で1000いくかいかないかみたいな。場所だけだったら1000はいかないのかもしれない。もやしワンタン麺と餃子。大体並んでるやっぱお客さんに早く提供できればいいっていうのもあって、こちらレジの方とかが注文聞いてくれて、空きそうなタイミングでもうどんどんオーダー出してくれて、できるだけこう座ってから注文よりは座ったらもう食べれるぐらいの状態にやるようにしてます。明太トース好きな、単純に好きなんです。なんか普通にオレンジジュースとか飲む時もありますし。もやしが3。硬いか。
らっしゃいませ。これ大盛り片面。もやしは大盛り片面。私はいつも一緒です。家とかにまあなんかちょっと多くて、家から行って特にどうしてもパスは時間で出ないから。ぐらいなんですけど、だけどまあ。もやしワンタン麺。ワンタン麺。もやしワンタン麺。チャーシューワンタン麺大盛り。はい、どうぞご注意ください。はい、多少。なんだろう経理の承認とかそういいワンタン麺。ワンタン麺。
味はもう何回食べても美味しい。ちなみに今日は何を頼まれたんですか？ずっともやしワンタン。たまたまちょっと渋谷に来ることがあって、多分ね10年ぶりぐらいなんですけど、40年ぐらい前から結構来てます。なんで10年ぶりに来てみようってなったんですか？やっぱりね、渋谷に足を伸ばすとここに来たくなっちゃうんですよね。この味がやっぱり焦がしネギとかスープの味、これがやっぱ絶妙ですね。台湾系だっていうんですけど、やっぱり中華麺ですね。中華麺かもやし麺ですね。これがやっぱり一番美味しいと思います。あと餃子もいいかな。この店が綺麗になってから結構来るようになりましたね。昔はもっとバラック的なところだったんですけどね。今日はどちらからお越しになったんですか？相模原です。そうですね、1時間弱ぐらいですね。1時間かけても食べたい味。そうですね。今日は何を注文するつもりなんですか？もうさっき注文しましたけど、その当時なかったと思うんですけど、もやしワンタン麺ですね。ありがとうございます。お腹いっぱいに今からお仕事。はい。何されてるんですか、お兄さんは。占い師。占いされてるんですか。ありがとうございます。はい、麺なんですけど、中華そばで珍しい一つだなと思ったんですけど、あれがやっぱこだわりというか、昔からなんか中太のもうちょっと平打ちだったお蕎麦屋さん変わっちゃって完全に一緒ではないんですけど、昔からああいう中太麺みたいな、うちがこのもやし使ってるんで、それに負けないというか、やっぱ普通の細麺とかだともやしに負けちゃうところがあるんで、同じかそれよりもっていう感じで中太麺っていうのは聞いたことあります。ラーメン。もやしワンタン麺。850円です。はい。もやしの仲間。もやしワンタン麺だ。もやしワンタン麺。ありがとうございます。チャーシュー麺とチャーシューワンタン麺。もやしワンタン麺。熱いのでご注意ください。
あ、大盛りになるよ、こうやって。金額だよ。大盛りでいいか。ラーメンの大盛り出た今。ラーメンさん。美味しかったですね。やっぱり変わらないですね。なんかやっぱもう年取ったせいか麺が多くなったなっていう気がしましたね。皆さんなんか年召した方は少なめって注文されてましたけど、やっぱり味はいいですよ。普通の醤油ラーメンとやっぱ違いますもん。やっぱコクが違うのかな。いろんな醤油ラーメン食べてますけど、やっぱりいろんな形で変わってきてるような気がするんですけど、ここは全然変わってないです。初代の時から変わってないです。初代の親父さんの時から来てますけど、そうですね、黙々と作っていらっしゃるところを見ながら食べる、それがいいですまた来たいです、すぐ。ありがとうございます。はい、どうも。失礼します。いや、ちょっと初めて来るお店なんですけど、ちょっと楽しみに食べてきます。自分ここで働いてるんですけど、リモートワークしてて、ちょっと愛知県の方から来ました。おすすめされてきました。お友達に。はい、同僚の人。ありがとうございました。もう奥になんか
チャーシュー麺です。チャーシューはかなりなんだろう、いい感じで美味しかったですね。麺は結構太めで、思ったより太めでまあ美味しかったです。スープはまあ醤油なのかな、結構シンプルな、かなり飲みやすかったというか、だいぶ飲んじゃいましたね。はい。また通いたいですか？まあ、そうですね、もう一回ワンタン麺が美味しそうだったので、次はワンタン麺でも食べてみようかなと思います。Posting on the story, even what the stores are at. And it's like, if you hadn't even tagged the location as Melbourne, I wouldn't have known you're in Melbourne. You know, optional, it's optional to post those things. You don't have cities. You heard me say that.いや人が並んでたんで、どうなんだろう、全く前情報ないんですけど、ちょっと行ってみようかなって。ないな。いやもう今ここで見ました、初めて。昼ご飯を探してたんです。今日はどちらから来られたんですか？今日大阪から出張で来てます。じゃあたまたま渋谷歩いてただけですか？そう、ほんまたまたまです。ここどこか分かってないのに、あんまり。そうですね、ここだけ人が並んでたんで、なんでなのかなと思って。今日は何を頼もうと思ってるんですか今？いや分かんないですよ、それすら。何が教えてほしいですね。逆に教えてほしい。ラーメンですか？ラーメン。タンメンの方。
お兄さん、今日は何を注文されました？いつも同じなんですけど、もうもやし麺一択です。いやもう多分もう十何年通ってるんですけど、もうそれ以外ほぼ頼んだことがないぐらい毎回同じものを食べてますですかね。多分週に1回とか2週間に1回ぐらいもうここずっと通ってるんですけど、もうなんか食べないとやっていけないっていうか、なんかすごいなんか癖になる独特の玉ねぎとかスープと絡む具合とかがめちゃくちゃいい感じなんで、もうこれないとやっていけない感じですね。麺もそうですよね。ちょっと太麺で縮れてむちゃくちゃうまいですね。トータル何回ぐらい来てるんですか？何回100回は超えてんじゃないですか、軽く。週 1×10 年、2週間に1回かけ10年、200回超えてんのかな、分かんない、数えたことないです。会社が近いんでひょこっとランチで寄ってくるって感じですかね。いやもう絶対来てください。はい、ちょっと行列が長いのがあれですけど、でもすぐ回転早いし、逆にないとちょっと不安になっちゃうぐらいなんで、はい、おすすめです。10分ぐらいじゃないですか、なんとなく分かんない、体感はそんぐらいです。でも頑張ってください。ありがとうございます。ああ、今夏か。来年にしよう。電気いらない？何してんの最近？綺麗な慶応の夜に向けてお腹空かせるかだけ。私と多分走れるから。ラオンブってあんたで行くよ。これさ、お稲荷さんってさ、東京じゃなかったらどこで受けるんだろう。来年までいい。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。今後は
3代目としてどういうお店にしていきたいですか？そうですね、お客さんがずっと何台も来てもらえるような感じで、渋谷に来たら懐かしの気楽行こうみたいな。やっぱり3、40年前高校生だった人がお父さんとかおじいちゃんになって来てくれたりするので、そういった場所であり続けるからいいなとは思います。食べた時に懐かしいなみたいな、昔食べたなって言って思い出してくれるようなラーメンを守り続けていけたらなと。お客さんに一目お客さんに一言いただいてもいいですか？はい、いつもありがとうございます。また機会があればぜひよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。